2021年9月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。9月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらにトゥルーオファリングのカード。激動の2021年を過ごされている方多いと思うんですけれども、この時ぐらいからその激動の年の最終章が始まっていく。去年末ぐらいからあなたが経験してきた変化というのは一つや二つじゃなくって、お仕事でもプライベートでも複数にわたると思うんですが、その変化のうち、あなたから変化すべく行動を起こしてきたもの、その結果というのをこの時から受け取り始める。この期間だけ受け取るっていうよりも、このカードでは白樺が紅葉していますが、そういう紅葉の時期ぐらいまで数ヶ月かけて結果を受け取っていく。特にこの数ヶ月かけて行ったことの結果っていうのが現れてくる。その最終章の導入部分にあたるとき。それで前回も一人の時間っていうのがあなたにとても大きな気づきをもたらすというメッセージが出ておりましたが、今回、このペンタクルの9に、心の声は一人でいる時しか聞こえない。それを聞く者は威厳のあることを成し遂げるだろう。という意味の言葉と、女神オスタラ様の目覚めというカード。この心の声を聞くことによって目覚めていく。覚醒するって言われてるんですが、この一人の時間を上手に過ごせている結果として、目覚めの時を迎える。それで、この目覚めというのも、今年の今までのあなたの変化を通して、変わってきたあなたが、今するべきことを見つけていく。生かすべき才能を見つけていく。その才能や、この時気づいたことっていうのが、今のお仕事と直接結びついている場合もあれば、それが次の新しいお仕事につながっていく場合もあれば、新しい人脈につながっていく場合もある。これまでの変化を通して、新しくなったあなたが、新たに自分を表現していく手段を見つけるっていう風にも感じますので、新しい自分を新しい方法で表現していくことによって、それがお仕事につながっていったり、次の恋愛につながっていく方もいると思います。それぐらい一つや二つどころじゃなくって、生まれ変わっているぐらい新しくなっている方がいると思います。ですので、この時表現することっていうのは、あなたの新しいお仕事のアイデアや、今まで持っていた才能を新しい方法で表現していくとか、あなた自身を表現していくっていう場合もあると思うんですけれども、いずれの場合も、
こちらにチェーンのカードが出ておりますが、遠くにいる人にでも伝わるような形で表現するっていうのがとてもおすすめです。例えば、ウェブサイトや YouTube や SNS、ブログなどを通して表現していく。そうすると、そこからこの数珠つなぎのように、あなたがしたいことっていうのが次々とつながっていったり、あなたの才能を刺激してくれるような人や、出会いたい人に出会っていく。その出会いも、あなたが受ける刺激も、それが次お仕事につながっていく場合もあれば、今のお仕事が拡大していくきっかけになる方もいると思うんですが、それらもすべて、この今までの変化の結果なんですね。この時あなたが行動を起こしているっていうことも、表現しているっていうことも、それまでの変化があったからこその結果。そういうふうに、今までの変化の結果がまた新しい結果を生み出していく。その流れがしばらく続いていくんじゃないかなって思うんですが、そのあなたが行動に起こしている、表現しているっていうこともあるんですけれども、次々とあなたが取り組むべきもの、取り組みたいお仕事だったりとか、勉強だったりとか、そういうものに出会って、そしてそれに取り組むことによって、また次のあなたの生活に豊かさを与えるものにつながっていく。こちらにソードのキングも出ておりますが、いつもに増してとてもクリエイティブな時だと思いますので、ですので、この一人の時間で気づいたら、目覚めたら、作って表現することにこの時のあなたにしかできない表現っていうものにチャレンジしてみてください。それがすぐお金に結びついていく場合もあれば、とても良い人脈につながっていったり、プライベートでもお仕事でもパートナーをお探しの方は、あなたの表現を通して最短距離でその方に出会える。その表現を通した結果を受け取ることによって、あなたがとても良い変化をできたっていうことを実感できる。そしてこちらにソードの7が出てるんですが、このソードの7はカードデッキ違いましたが、数回前にも出ておりまして、嘘をつくのが上手い人だったりとか、世渡り上手でずる賢い人だったりとか、貸したお金を返してくれない人だったりとか、笑顔でナイフを向けていますけれども、何を言えば何をすればあなたが傷つくのかっていうのを知り尽くしているような人、そういう人との関係を終わらせるために自分から変化していた方もいると思うんですが、この時その人だったり、同じようなタイプの人に出会ったとしても、その変化する前のように、真正面からその嘘を本当のこととして信じてしまうとか、信頼してお金を貸してしまうとか、あなたを傷つけるような言葉を真正面から受け止めて、そしてボロボロに傷ついてしまうとか、そういう変化する前の自分とは違うっていうのを実感できるような出来事がある。こちらに情語のカードが出てるんですけれども、この時はあなたが変化した後だという証として、その感情のコントロールがとても上手にできたり、そういうまるで天才詐欺師級の嘘も見破ることができる。あなたが怒りの感情を表す前に、悲しみや苦しみに至る前に、その嘘を見破って、そういう出来事やそういう人っていうのを受け流すことができる。それでご自身でもとても良い変化ができたな、成長できたなっていうのを実感できると思います。それで、その方に費やしていった怒りのエネルギーとか、その方に対応するために使っていたエネルギーっていうのは相当なものだったと思うんですけれども、受け流すことができるっていうことは、そのエネルギーを使わないで済む。それで、そのエネルギーを自分のために使っていく。
そういう風にとても良いシフトチェンジができてるんですね。あと、そういう風に見抜けるようになった、受け流せるようになったっていうのを身をもって学んでいる。ですので、今回表現することっていうのは、このご自身の経験をもとに表現する方もいると思います。それがあなただけではなく、あなたと同じような辛い思いをしている人の役にも立っていく。それでこの結果が出るっていうのが、数ヶ月かけて出てくるということで、この情語のカードにも書かれてますけれども、早く結果が欲しいものもあると思うので、ストレスが溜まる、フラストレーションが溜まることでもある。それで今回、このチェーンが次々と起こってくる出来事、出会いっていうのが役に立ってくるんですけれども、そういう早く答えが欲しいのになかなか結果が出ないっていう時って、嫌な方に考えてしまったりとか、時間が経つのがすごく長く感じたりして、ご自身のストレスになっていったり、それでこの結果というのは、あなたはもうするべきことをしていて、あとは結果を受け取るだけなんですね。ですので、ここで変に、その結果が早く欲しいからといって、行動してしまうと、あなたが受け取るべき結果ではない、違う方向に変わってしまうっていう危険性があるので、ぜひここは流れに身を委ねて、あなたがこの時見つけた表現すべきことに集中してみてください。これに取り組んでいるうちに、とても良いお仕事や出会いに結びついていったり、気づいたら良い結果があなたのもとに届いてくる。とても良い結果を次々と受け取っていくと思いますので、今あなたが思いついたことっていうのは、今のあなたのためにもなり、あなたのより良い未来につながっていく。ですので、今まであなたが行ってきたことを信じて、自分の心の声に耳を傾けて、今のあなたにしかできない表現をしながら、これまでのあなたの変化の結果をたくさん受け取っていただきたいなと思いました。それでは9月1日から15日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。